科学技術は人類の進化とともに劇的な進歩を遂げてきました。特に20世紀後半から21世紀にかけて、情報技術やバイオテクノロジーの分野での進展は、我々の生活や社会構造に深い影響を及ぼしています。その中でも、特に注目を集めているのが DNA の操作技術、いわゆるゲノム編集技術です。DNA は生命の設計図と称されるほど、生命体のすべての特徴を決定づける重要な分子です。この設計図を自由に書き換えることができる技術は、科学者たちにとって夢のようなものである一方で、その倫理的社会的影響についての議論も避けては通れない問題となっています。ゲノム編集技術の進歩。ゲノム編集技術の中でも特に革新的なのがクリスクカス9と呼ばれる技術です。クリスクカス9は細菌がウイルスから身を守るために使う免疫システムを応用したもので、特定の DNA 配列を精密に切断し、その部分に新しい遺伝情報を挿入したり、既存の遺伝情報を修正したりすることが可能です。この技術の登場により、従来の遺伝子操作技術に比べて、はるかに効率的かつ正確なゲノム編集が実現しました。クリスクカス9の応用範囲は広範で、医療、農業、環境科学など多岐にわたります。例えば、医療分野では遺伝性疾患の治療、がんの治療、さらには HIV のようなウイルス性疾患の治療にも利用される可能性があります。農業分野では、耐病性や耐環境性に優れた作物の開発が進められています。環境科学においても、絶滅危惧種の保護や外来種の管理に、クリスク技術が活用されることが期待されています。ゲノム編集技術の倫理的課題。しかし、ゲノム編集技術の進展に伴い、その倫理的社会的な問題も浮き彫りになっています。まず第一に、遺伝子操作の対象が人に及ぶ場合の倫理的問題です。人の肺に対するゲノム編集は、理論的には遺伝性疾患の根治治療が可能となる一方で、その技術が悪用される危険性も存在します。例えば、優れた知能や身体能力を持つデザイナーベビーの作成は倫理的に許容されるべきではないという意見があります。人類の遺伝的多様性や自然淘汰のプロセスに対する介入は予測不能な長期的影響をもたらす可能性があるため、慎重な議論と規制が求められます。また、遺伝子ドライブ技術という特定の遺伝子を次世代に高確率で伝える技術も議論の対象となっています。この技術は蚊を媒介とするマラリアの撲滅などに応用される一方で、生態系への影響が完全には解明されておらず、予期せぬ生態系のバランス崩壊を引き起こす可能性があります。社会的影響と規制の必要性。ゲノム編集技術の社会的影響も無視できません。この技術は科学技術の進歩がもたらす恩恵を享受できる人々と、そうでない人々との間に新たな格差を生む可能性があります。経済的に裕福な層が先進的な医療技術を利用できる一方で、貧困層がその恩恵から取り残されることがないよう、技術の普及とアクセスの公平性を確保するための取り組みが必要です。さらに、ゲノム編集技術の規制に関しては、国際的な協力が不可欠です。技術の悪用を防ぐためには、各国が一致協力して、適切な規制枠組みを構築することが求められます。現在、国際的なガイドラインや倫理委員会の設立が進められているものの、技術の進展に追いつくためには、さらなる努力が必要です。結論。科学技術が DNA という設計図の変更にまで至る禁断の領域へと進む中で、我々はその可能性と危険性の両方に目を向けなければなりません。ゲノム編集技術は
医療、農業、環境保護などの分野で計り知れない可能性を秘めていますが、同時に倫理的、社会的な課題も浮き彫りにしています。技術の進歩がもたらす恩恵を最大限に享受するためには、慎重な議論と適切な規制が不可欠です。そして何よりも、技術の進展が人類全体の幸福と調和をもたらすものであることを目指して、科学者、政策立案者、そして社会全体が協力して取り組むことが求められます。我々が直面する課題は多岐にわたりますが、これを乗り越えるためには、技術の進展を正しく理解し、その影響を深く考える姿勢が重要です。科学技術の進歩がもたらす未来を見据えながら、倫理的かつ持続可能な社会の構築に向けて、共に歩んでいくことが求められます。